こんにちは、マッピーことのえりなです。今日はフォトショップで欠けているものを直してから切り抜きをする方法をシェアしていこうと思います。今までいくつか切り抜きの動画を上げていますが、今回は写真の中の一部が欠けていて欠けていない状態で切り抜きをしたいという場合の切り抜き方法について見ていきます。フォトショップで一旦欠けているところを直して、その後に切り抜きをすると綺麗に欠けているものが元通りになって、そして切り抜きをすることができます。なので欠けているところを直してから切り抜きをしたいという人はぜひ参考にしてやってみてください。でこのチャンネルでは主に Photoshop や Lightroom について基本から学べる動画をアップしています。 Photoshop を基礎から学べる本の独学 Photoshop も出しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。では Photoshop でやっていこうと思います。では1つ目の生成拡張で端を直すをやっていきます。はい、では今回使う写真がこちらです。こちらはアンスプラッシュでダウンロードしたもので、概要欄に URL を載せておくので、同じ写真で練習したい人はぜひダウンロードして練習してみてください。で今回のこの写真で言うと、ピザの端の部分がないのと、あともうすでに切られているこちらのピースのところがなくなっています。なのでまず全体的にこのピザの欠けている部分を直してから、その後に切り抜きをしていきます。ではまずこちらの端のところをすべて直していきたいので、切り抜きツールの生成拡張を使って直していきます。で切り抜きツールについてはこちらの動画でアップしているので、詳しく知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてください。ではツールバーにある切り抜きツールをクリックします。でもしない人は右下に三角マークがあるツールを長押しして探してみるか、あとは点々点を長押しして探してみてください。では切り抜きツールをクリックします。そして右上の塗りというところを生成拡張にしていきます。そして写真上をクリックして、ピザが入るぐらいまでクリックして上に伸ばしていきます。そしてコントロールマイナスを押して少しズームアウトしていって、右側も同じようにクリックしてドラッグして伸ばしていきます。そして下も同じようにクリックしてドラッグして伸ばしていきます。そうするとこんな感じで広げることができたので、このまま生成をクリックするかエンターを押します。そうするとこのように AI を使って広げることができました。ではスペースキーを押しながらクリックしてドラッグして写真を左側に動かしていこうと思います。そうするとこんな感じに見えます。そしてプロパティのところで3つバリエーションを表示してくれて、1つ目がこちら、2つ目がこちら、そして3つ目がこちらです。この中から1つ好きなものを選んでいきます。今回は1つ目が一番自然かなと思うので、こちらにしたいと思います。ではプロパティを閉じます。そうするとこのように端のなかった部分を増やすことができました。では一旦ビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーで、こちらがアフターです。ピザのなかった端の部分を増やすことができました。では2つ目の生成塗りつぶしで欠けているところを直すをやっていきます。では次にピザの切られてなくなってしまっているところを、今度は生成塗りつぶしを使って元の1枚のピザになるようにしていこうと思います。ではまずこちらのなかったピースを選択範囲として囲んでいきたいので、ツールバーにある投げ縄ツールをクリックします。そしてこのなくなっているところをざっくり囲んでいきます。少し多めに囲んで OK です。そして最初のところに戻ってきて離します。そうするとこのように点線の選択範囲を作ることができました。そしたら下のコンテキストタスクバーの中にある生成塗りつぶしをクリックします。でもしこのコンテキストタスクバーがないという場合は、上のウィンドウから下の方にあるコンテキストタスクバーにチェックマークを入れると、コンテキストタスクバーが表示されます。ではこのまま生成塗りつぶしをクリックして、そして通常プロンプトに文字を入れて加えたいものを加えていくのですが、今回はプロンプトのところに何も入れなくても自動的に AI が分かってくれるので、このまま生成をクリックします。そうするとこのようになかったところを復活させることができました。そしてバリエーションもまた3つ出てきて、1つ目がこちら、2つ目がこちら、そして3つ目がこちらです。今回は3つ目が一番自然かなと思うので、3つ目にしたいと思います。ではプロパティを閉じます。そうするとこのようになかったところの範囲を増やすことができました。では生成塗りつぶしのありとなしを見ていこうと思います。こちらが生成塗りつぶしなし、そしてこちらが生成塗りつぶしありです。そして生成拡張と生成塗りつぶしのありとなしを比べてみると、こちらが
生成拡張生成塗りつぶしなし、そしてこちらが生成拡張生成塗りつぶしありです。もうピザ全体を復活させることができました。では3つ目のレイヤーを統合またはスマートオブジェクトにするをやっていきます。そしたらここからやっとピザが復活したので、このピザ全体を切り抜いていきます。でこの時気をつけたいのが、このままクイック選択ツールをクリックして、で上の被写体を選択などクリックしてしまうと、今選んでいるレイヤーがこちらなので、こちらのレイヤーの中でしか選択範囲が選択されません。なのでピザ全体の選択範囲は作れないんです。でピザ全体を選択範囲として選択するには、まずこのレイヤーすべてを1枚にまとめる必要があります。でレイヤーを1枚にまとめるやり方としては2つあります。まず統合のやり方で、コントロールオプションシフト E を押すと、今まで作ったレイヤーがこのように残ったまま、一番上に全てを統合したレイヤーが1つできます。なのでこの統合したレイヤーをクリックして、そして選択範囲を囲むというやり方が1つあります。であとはこのレイヤーすべてをスマートオブジェクトにまとめるというやり方もあります。でちなみにスマートオブジェクトについてはこちらの動画でアップしているので、詳しく知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてください。でスマートオブジェクトのやり方は、まず一番下のレイヤーをクリックしてシフトを押しながら一番上のレイヤーをクリックして3枚のレイヤーを選択します。そして右クリックをしてスマートオブジェクトに変換をクリックします。そうするとこのようにスマートオブジェクトとして一つのレイヤーにまとめることができました。でここから選択範囲を囲むことができます。でちなみにスマートオブジェクトにした場合、ファイル自体は少し重くなってしまうのですが、その分このスマートオブジェクトにした方の写真の方をダブルクリックすると、新しいタブが開かれて、先ほどの3枚のレイヤーがこのように表示されて、いつでも直すことができるようになります。例えば生成拡張をやり直したいという時は生成拡張をやり直して、そしてコントロール S を押せば、こちらの写真でも保存したものがそのまま反映するようになります。なので後からやり直したいという場合はスマートオブジェクトでやるのがいいかなと思います。どちらも切り抜き方は同じなのですが、今回はスマートオブジェクトのまま進めていきます。では4つ目の選択範囲を作って切り抜くをやっていきます。ではここからピザ全体を選択範囲として選択して切り抜いていきます。ではこちらのレイヤーをクリックしているのを確認して、コンテキストタスクバーにある被写体を選択をクリックします。そうするとこのようにピザ全体とあとお皿も一緒に選択することができます。そしたらレイヤーマスクをクリックします。そうするとこのようにピザ全体を切り抜くことができました。では切り抜きが見えやすいように背景に色を置いていこうと思います。では塗りつぶし調整レイヤーからベタ塗りに行きます。そして色を選んで OK をクリックします。そしてこのベタ塗りのレイヤーをクリックしてドラッグして切り抜きの下に持ってきて離します。そうするとこんな感じでピザの切り抜きができたのがわかると思います。このようにして最初は一部がなくなっていたピザなのですが、元のホールのピザに戻すことができて、そして切り抜きをすることができました。はい、今回は Photoshop で欠けているものを直してから切り抜きをする方法を見てきました。写真を撮った時点で写真の一部が欠けてしまっている場合に、Photoshop で直してからそして切り抜くというふうにやると元通りの形にして切り抜きをすることができるので、ぜひやってみてください。で切り抜きは写真によってやり方が結構変わってきます。で切り抜きについては再生リストにまとめているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。Photoshop で一部が欠けているところを直してから切り抜きをする方法分かったよという人は、いいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。そしてこちらが生成塗りつぶし足。